はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。丸味っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。丸味。ということでね、変な魚おじさんの店に行ったらね、この丸味めちゃくちゃ安かったんですよ。5匹で200円とか。鮮度はバリバリにいいってわけじゃないですけども、ちょっとお値打ちだったんでね、買ってきました。それで今日はね、ある包丁を紹介したいんですよ。それがこちら。この包丁の名前が、メッツァルーナっていう名前なんですよ。イタリア語でメッツァ、半分。で、ルーナが月、半月っていう意味なんですよ。こう、半月みたいな形になってますよね。それがこの包丁の由来らしいですね。で、この包丁を使うと、こうみじん切りがね、しやすいんですよ。ちょっとラディッシュがあったんで、このラディッシュの葉っぱ、ここは使わないので、みじん切りしていきますね。で、こうあるじゃないですか。普通の包丁だとタン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 っていくんですけど、このメッツァルーナは、こう両手でしっかり持つじゃないですか。そしたら、あとは、こうするだけ。すごいね、楽にみじん切りができるんですよ。でね、真っ先にこれ見て思ったのは、なめろうめっちゃ作りやすいじゃんと思って。なので今日はこちらの丸味を使って、なめろうを作っていきたいと思います。この包丁はみじん切りにするにはすごく適してるんですけど、魚をおろすのにはね、もう全然不向きなんですよ。なので、3枚におろして皮引いた状態までは、この包丁でやって、で、あとはこの細かくするのは、こっちのメッツァルーナでやっていきたいと思います。それじゃあまずこちらをおろしていきます。じゃあまず、ゼイゴ。これね、このアジ特有のこの尻尾のザラザラ、ゼイゴと鱗、頭、内臓を落としていきます。ゼイゴの取り方はいろいろあるんですけども、上からね、こういう風にやる人もいるし、下からこういう風に取る人もいるんですけど、僕は下から取ります。下からこう入れて、こんな感じ。これがゼイゴですね。で、鱗を落としていきます。丸味はね、かなり鱗が強いです。しっかり取ってください。ここで鱗をしっかりと取らないと、上手に皮が引けないんですよね。はい、鱗が取れました。そうしたら頭を落とします。で、内臓を取り出します。はい、こんな感じですね。レバーでやります。切れる。やっぱこの出はすげえな。で、こっち上から取る場合は危ないんで、ここまで来たら、必ず、こう、ね、こういう風に頭を上に上げてください。なんでかというと、こう落としとった時に、もし勢い余って、ジュッていった時に、ここでちゃんと止まるんで、こうしてた場合、手がブサッていっちゃうんでね。はい。では、このように、ゼイゴ、頭、内臓で血合いが取れました。そうしましたら3枚におろしていきます。今日は大名おろしと本おろし、両方やっていきたいと思います。いつも僕がやってるおろし方が本おろしっていう言い方で、1、2、3、4箇所入れて、尻尾の方からビュッとやるおろし方ね。オーソドックスなやつ。やっていきますね。1、2、で、尻尾から入れて、で、1枚。で、1、2、で、これで、1、2、3枚おろしです。ダメだぞ、トラ。あんたこれはタヌキみたいなフォルムして、かわいい。おや、こんにちは、みんなに。もうかわいい。で、本おろしのいいところは、骨に身が残りにくい。じゃあ次は大名おろしやっていきますね。大名おろしは一立ちでピュッというおろし方。たまーにありますよね。いきます。こんな感じ。で、こっち側も、これですね。で、大名おろしのいいところは、とっても仕事が早いんですよ。本おろしの半分ぐらいの時間でできます。
ただ、ちょっとね、こういう風に見ればわかるんですけど、骨に身が残りやすいんですよね。どうしても残っちゃうんですよ。細かいところまで攻めれないんでね。まあこう、仕上がりもね、この2枚が本おろし。で、これが大名おろし。やっぱりこっちの方がね、ふわっとしてますよね。こっちの方がどうしてもべちゃんとなっちゃいます。はい、そうしましたら皮を剥いでいきますね。尻尾の方から入れて、こんな感じ。コツとしてはね、ほんと勢いよくいくこと。躊躇したらダメ。もう失敗してもいいから、もうシュッていくこと。ほら。はい、ではこのように皮が引けました。そしたらボウルに水を入れて、そこに酢ですね。を入れていきます。で、その中に先ほどのアジを入れて、軽く酢洗いをしていきます。こうするとね、臭みが消えて、とても食べやすい刺身になりますんでね。はい、では酢洗いが完了して、水気をしっかり取りました。そしたらなめろうを作っていきます。まあ、今日はね、2枚ぐらいで、このぐらいでいいっすわ。そうしたら、なめろうに使う薬味を切っていきたいと思います。生姜、大葉、朝月。で、材料全部きれいに洗っていきます。で、まず生姜。まあ、お好みですけど、僕はちょっと多めに入れます。で、みじん切りにしていきます。せっかくなんで、これでみじん切りにしましょう。なるほど。分かったことがね、一つだけある。めちゃめちゃやりにくい。まあ慣れたらこれはこれでいいんだろうけど、いつも包丁でやってるからすごく変な感じ。でも綺麗にみじん切りにできましたね。で、次は大葉を細切り。で、次は朝月を刻んでいきます。はい、こんな感じに薬味が刻めました。はい、そうしたら次はこちら。先ほどさばいたアジですね。まだここに中骨が入ってますんで、中骨を割って取っていきます。丸アジの中骨はね、かなり硬いので、確実に取りましょう。こういう薄い膜もね、しっかり取りましょう。はい、そしたらいよいよこれでいきますよ。せーの。ちょっと待って。待って。全然切れてねえし。マジか。ダメじゃん。あ、でもね、切れるっちゃ切れるんだけど、この皮目が切りにくいですね。こいつ、ダメ。試練一戦。切れる。めちゃくちゃ切れる。さすが G 堺さん。先ほどの薬味を加えていきます。しっかり混ぜ合わせていきます。はい、ではある程度薬味も混ざりましたら、ボウルに入れていきます。で、こちらに味噌。味噌はね、減塩味噌がいいですね。で、お酒。で、醤油。ちょこっと。で、みりん。で、ニンニク。で、これを混ぜていきます。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。
はい、じゃあ、完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。すごいね、薬味とお味噌と、香りがしております。じゃあ、ここら辺をちょっと持って、いただきます。あー、美味しい。うわ、これね、つまみには最適だわ。これは美味しいわ。アジの鮮度大丈夫かなと思ったんだけど、なめろうにしちゃえば大丈夫だ。で、今日はこちら白米用意しました。白米の上に乗せて、お茶も沸かしておきましたんで、この上にお茶をかけていく。さーっとね、混ぜて、いただきます。うわ、この食べ方うめえ。なめろう茶漬け。サラサラっといけますわ。はい、ということで、今日はこちらの丸味のなめろうときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、黄色のやつ。よいしょ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。やっぱ夏はお茶漬けだね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はね、危険臭漂うアジでなめろうを作ってみましたけども、うまかった。てか俺手長くないですか？こうした時の長さが半端ないなと思って。だいたいね、人間ってこう、広げた時と身長が一緒って言うんですけど、僕この広げた時、今年アジとかサバとかがね、よく取れてるみたいなんで、比較的お値打ちで手に入るのかなと思いますのでね、皆さんもスーパーとかお魚屋さんで安いアジにかけたら、なめろうを作ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイビー。